皆さんこんにちは。南オーストラリアはアデレードからアラフィフ生活をお送りしているマミリーランドのマミです。この田舎生活も1年が経ちました。すごく話し合って私のチャンネルを初期の頃から見てくださっている方は、私が以前どのような家に住んでいて、なんで今はこの田舎の家で生活しているのかを理解していただいているかなと思います。あんまり知らんよという方のために簡単に説明を。私は2015年に単身でアデレードに移住してきて、看護師として働き永住権を取りました。その後、このオーストラリアで人生初の一軒家を新築で建てるチャンスに恵まれました。そのまま海の近くの家で犬と猫と一生暮らしていくんだろうなって本気で覚悟を決めたその時、今のパートナーのクリスと出会い、これからの人生を一緒に歩んでいくことになりました。まさか自分が人生のパートナーにここオーストラリアで出会うとは思ってもおらず、しかもね、彼は片道1時間離れた田舎に住んでいて、年頃の女の子が2人いる。いきなり今までとは全く違う人生を送っていく中で楽しいこと、辛いこと、諦めることなど様々なことをクリスと共に乗り越えてきました。そして最後の壁が、2人がずっとこれから住む家はクリスの家か私の家か。それまではお互いの家を行き来する二重拠点生活。さすがに一生続けていけるものではない。話し合いを重ねに重ねて、最終的に私がクリスの家に引っ越すということで折り合いをつけ、条件付きで1年前にこの家に引っ越してきました。この1年間、本当にいろんなことがこの家でありましたね。田舎ならではの体験ができたのも事実。今回は良いことも悪いことも振り返りつつ、1年経った今、私たちの現状がどうなっているのか、それも合わせてお送りしていきたいと思います。まずちょうど1年前ですね。引っ越し早々、倒木に遭遇、そして停電などなど、田舎暮らしのね、洗礼をいきなり受けましたね。あれはなかなかの洗礼でした。寒い冬、電気がない。でも暖炉はあった。田舎ならではの一本道が閉鎖され、どこにも行けないという不便さを経験しました。今年も冬がやってきたので、また遭遇するかもですが、今のところあれ以降私の身には降りかかってはいません。そして片道1時間、毎日計2時間の通勤生活が始まり、それに合わせて働き方も変えました。フルタイムから週4日のパートタイムに変えたんですね。それでもやっぱり毎回2時間の通勤時間はもう体力的にも精神的にもほんと辛くなってきました。1年と思ってね、やってみたんです。1年やってみて、やっぱり通勤時間長すぎ、そしてガソリン代かかりすぎというのが私の結論。まだはっきりとは決まってませんが、新たな働き方改革を今練っている状態です。またどういう働き方をするのか決定次第お知らせしていきたいと思います。そしてたくさんのガーデニングに時間とお金も費やしました。クリスが離婚して一人で住むようになってから、私が本格的に引っ越してくるまで庭の手入れはほとんどされておらず、無法地帯の状態から始まった私たちのガーデニング、想像以上に大変で、離れ建設と本家のリノベーションの合間にするしか今はなく、少し停滞気味にはなっています。
でもね、確実に成長している植物もあるし、なんせ敷地が広いので、重機をレンタルして大掛かりな作業も田舎ならではの体験でした。今は冬なので一旦ガーデニングはストップしてますけれども、また暖かくなったら再開していきたいと思っています。Up there.そして猫の佐久間でもが田舎暮らしの洗礼を受け、毒蛇に噛まれ、瀕死状態に陥りました。本当にね、これはね、ショッキングでした。しかも私たちが日本に一時帰国してる間の出来事だったんで、子供たちがね、一生懸命看護してくれたおかげで一命を取り留めた策。
本当にこんなこともありました。そして次に、何より一番大きな出来事。これは子供たちの離れの建設を予定通り開始し、ほぼほぼ完成して生活できる状態にまで持っていけたこと。これはね、私がこの家に引っ越す一つの条件でした。離れ建設に関しては別の動画でね出しているので、またそちらを見ていただけると嬉しいんですけれども、ほんまに想定以上の期間と金額がかかりました。それでも現在子どもたちの自立を助ける手伝いができている。そして今後の資産になるという点からも本当にね建設してよかったと思っています。何より子どもたちが本当に喜んでくれているのが一番。そして何よりもたくさんのホームパーティーをこの田舎暮らしの家で開催してきました。この田舎の家に引っ越してきて、ある程度片付けも終わって適切が良くなってきたあたりから一気に我が家でのホームパーティーが加速した。何度も言ってますけれども、私はホームパーティーが大好き。準備も大変だし、お金だってタダじゃない。でも毎回どこかで食事をすることを考えたら超安上がりなのも重要なポイントですよね。何より私たち自慢のこの田舎暮らしの雄大な景色と広い敷地で都会とは違ったリラックスした環境を提供できる自信はあるし、私たちも飲めるし、そして何より犬たちがいつもの環境で参加できること。寒い冬の時期はどうしても家の中になってしまうけど、今度は暖炉が灯った部屋で暖かく過ごしてもらうことができる。クリスのパパとママも田舎で育った2人です。だから私たちの家の環境と雰囲気がすっごい好きって言ってくれて、私はそんな家族が集まれる家、そんな家にこれからもしていきたいと思っています。そしてそれに伴い最近になってやっと我が家のリノベーションを開始することができました。これも私がこの家に引っ越すにあたって出した条件の一つです。私が建てた家は自分で一からプランしたわけではないけれども、それでも自分仕様に少し変更したり、そして何より家の外も中も自分で全て決めた素材や色、私の本当に思いが詰まった初めての家。数年かけてインテリアも揃え、庭も作り、そして何よりペットたちが快適に過ごせるようにと思って作った家でした。その私が一から建てた城を手放す条件の一つ、それはその家よりもより良い環境で住めること。そのためにリノベーションは最大の条件でした。何よりこの家はもともとクリスと元奥さんが建てた家。その中で私が自分の家だと思える日は一生来ないだろうなって、それはもう自分自身が一番分かってたし、私とクリスの家を作る必要があったから。引っ越しして1年後に動き出した私たちの本気のリノベーション、完成を楽しみにしていただけたら嬉しいかなってほんまに思ってます。1年間住んでみての正直な感想、田舎暮らし悪くないです。この広大な敷地と素敵なね景色に囲まれて、そしてペットたちが走り回れる庭、私は私なりに田舎暮らしを楽しんできたつもりです。もちろん前の家は未だに恋しいと思うし、やっぱり不便だなって思うこともあるし、だけどやっぱり新しい家族を作るにあたって子供たちと一緒の敷地内で住む、この決断は間違ってなかったなと思います。そして1年経った今、私たちの身に降りかかった現実という名の問題とは。はい、ということで田舎の家に引っ越して1年が経って本当にいろんなことがありました。いろんな経験もできたし、いろんなチャレンジもしたし、その中で
子供たちの離れも無事に完成して、ちゃんと住める状態になれた。で、その後、この今のね、自分たちが住んでる家のリノベーションに移ることもできた。そしていろいろ計画してきたことが実現してきて、でもやっぱりその中で、どうしても変更をね、しなきゃいけないことができてきたんですね。そう、すごく話し合って、最終的に出した結論が、結婚式、ホームウェディングを1年先延ばしにすることに決めました。クリスは割と初期の段階から結構厳しいタイトなスケジュールだし、本当に君がね、思ってるようなことを実現できるかどうかわからないっていうふうには言われてたんですね。でも、頑張ってみようっていうことになったんですけど、やっぱり現実的に考えて、もう今これ撮ってる時点で6月の半ばなんですね。で、結婚式が来年の2月の7日って考えたら、もう本当にあと8ヶ月切ってるんですね、実際問題。で、完成したのが、その自分たちの部屋のバスルームだけ。で、やっとお客様用のバスルームにも移ったんですけど、それもやっぱり、その私たちのバスルームで1ヶ月ぐらいかかってるので、多分、そのお客様用のバスルームになったらもっと広くなるし、面積も増えるので2ヶ月ぐらいかかるって思ってもおかしくないんですね。で、そうなると次はキッチン。で、キッチンもまだ私たち、まだプランも立ててないし、どういう素材を使うかとか、全く何にもゼロなんですね、今のところ。そういうのを考えると、もうタイトだし、それと同時進行で結婚式の招待の人数とか、ケータリングとか、こっちではセレブラントって言うんですけど、その実際、結婚のね、立ち会いになってくれる方、そういうのもやっぱりやっていかなきゃいけないし、それが同時進行ってなったらもう本当に私たち頭がいっぱいいっぱいになっちゃって、で、クリスはクリスで、このリノベーションを彼が仕切ってやってくれてる。彼がビルダーとも喋ってるし、私はそこはわからないから、スケジュールはもう彼なんですね。でも、彼も、やっぱりすごく不安になってきて、本当にこれが2月に終わるのか。で、そこで二人で揉めるというか、ちょっとぶつかることが増えてきて、そのお互い、言わなくてもやってほしいっていうようになってきて、でもそれがわからないじゃないですか。言われないといつやっていいのかわからなかったりとか。そういうその小さいことの積み重ねがちょっとずつ重なって、二人のね、不満が爆発したことがあったんです。で、私もいろいろ自分の背景でいろいろちょっと大きな出来事があって、それにかかりきりにもなれないし、で、違うことで自分がね、ちょっと精神的な、安定を図ろうとしてたら、リノベーションの方がちょっと後回しになっちゃったり。でもクリスはリノベーションしないと、私が思うような結婚式に行かないのに、っていう、ちょっとすれ違いがね、あったりしたんですけど、そこでしっかりもう一回話し合いをして、ストレスになっても嫌だし、せっかく楽しいことをね、考えてるリノベーションだって、これから二人で住む家を作ってる。もうリノベーションって言っても、本当に家を建て替えているようなもんなんですね。もうほとんどその構造を変えないだけで、ほとんどの内装を変えるので、もう本当に家を建ててるようなもんなんですよ。だから、もう本当に、どう考えても、その2月にこの家が完成してるとも思わない。それで、ホームウェディングでガーデンウェディングって言ったって、じゃあそれまでにガーデニングがやっぱり完成してるとも思えない。で、それをストレスにして、どうしても2月にしなきゃいけない。来年の2月にしなきゃいけないっていう決まりはないわけですね。で、もうそうなったら、1年先延ばし。で、その日本からの友達も来れないかもしれないっていう方がね、いて。もうね、いろんなことが重なって、最終的に、
ウェディングを伸ばすことにしました。1年先延ばし。だから2027年じゃなくって2028年の2月にウェディングをすることにしました。それをね、決めたら、なんとなく2人ね、すっきりしたんですよ。心の余裕ができたというか、あと1年あったらもっといろんなことができる。で、クリスも、あと1年先延ばしになったら、時間の余裕ができるので、もっと僕がね、いろんなことができて、お金の節約にもなる。ただ時間がないから、僕もいろんな人に頼まなきゃいけないから、その分お金もかかってってなるけど、そこでね、本当はその結婚式が終わってから来年ハネムーンで、オーストラリアをね、半周しようと思ってたんです、キャラバンで。でもそれは行きます。もう別に結婚式をしてからハネムーン行かなくったって、結婚式はただの式なだけなので、何一つ生活は変わらないし、だからその結婚式の前になるけど、その旅行はもう行きたいと思ってたし、それは実行しようと思ってます。なので、1年経って、いろんなプラン、こうやってやっていこうと思ってたけど、やっぱりどうしてもその通りにはいかないし、その時その時で軌道修正ってしていかなきゃいけないから、ここで1回1年経って2人で話し合っての結論になりました。でも、結婚式がなくなるわけではないし、私たちが結婚しないわけでもないし、これからの長い人生考えたらほんのにただ1年伸びるだけなので、特に私たちとしては何も生活は変わらないですけれども、それをお伝えしたいと思いました。実は田舎生活を始めて1周年の日は YouTube を始めて丸2年の日でもあったんです。やらないで後悔するよりもやって後悔するをモットーに生きている私の後半の人生。チャンネル登録者数が増えなくても、視聴回数が増えなくても、なぜかこの2年間一度も後悔したことはなし。一人でも見てくれてるよっていう方がいる限り、私は続けていきたいと今も思っています。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。バイバイ。